皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。今日は結婚の話をしますが、その前に、YouTube のメンバーシップを始めたので、その紹介をさせてください。メンバーの方はこういう通常の動画に1日早くアクセスできます。それからメンバーシップの上の方のプランは週に1回メンバー限定コンテンツを聞くことができます。先週もいろいろ大変なことがあったんですけど、完全にオープンな場では言いにくいんです。そういうこととか、あとはいろんなことに対する正直な感想とか気持ちなどを話していきます。このチャンネルを応援したいって思ってくれる人はぜひ入ってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい。では今日は日本では結婚がどういうふうに考えられているかについて少し詳しく説明したいと思います。まず、次のキャッチコピーを聞いてください。キャッチコピーっていうのは広告で使われる短い文です。で、今から言うのが、テレビで使われたキャッチコピーです。結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私はあなたと結婚したいのです。これは、ゼクシーが2017年にテレビのコマーシャルで使ったキャッチコピーでした。日本にはゼクシーという雑誌があって、その雑誌にはその結婚の準備の進め方とか、結婚式場とか、結婚指輪とか、ウェディングドレスとか、そういう情報が載っています。で、結婚するとか、結婚したいってなったら買う雑誌です。で、これは女性向けの雑誌で、付き合ってる彼氏と結婚したいなって思ったら、このゼクシーを買ってきて、彼氏が見るような机の上とかにそっと置いておくと、結婚したいっていうアピールになるという雑誌です。なんで、ゼクシーって聞けば、結婚っていうキーワードが思い浮かぶんですが、そこが、結婚しなくても幸せになれるこの時代に、私はあなたと結婚したいのです。というキャッチコピーを作ったというか使ったということです。つまり、結婚しない人がだいぶ増えてきている。そういういろんな生き方があるっていう日本社会の状況を反映したものだと思います。いろんな状況と言っても、日本では、男性同士とか女性同士の結婚は認められていないので、今回は、男女間の結婚についてお話しします。2022年の政府のデータから見ていきます。まず結婚している人の割合は、20代女性で 20%、男性 14%、30代、40代、50代女性は 60% 台が結婚していて、男性は30代が 50% 台ですが、40代、50代が 60% 台、そして60代は男女ともに 70% 台です。このデータには、アンケートもついていて、結婚したい理由とか、したくない理由も聞いていました。で、この理由から日本の結婚がどういうものか見えてくるかなと思います。まず結婚したい理由で一番多かったのは、好きな人と一緒に生活がしたいからです。で、これが男女ともに約5割でした。5割っていうのは 50% です。で、ここからわかるのは、結婚しないと好きな人と一緒に生活ができないと思っている人が、半分ぐらいはいるということです。一緒に住むのは結婚してからという考え方が、昔はすごく強かったんですけど、今も結構あるということです。で、お互い一人暮らしだったり、片方が実家に住んでいたりすると、実家っていうのは両親の家ですね。そうすると、その一人暮らしの相手の家にしょっちゅういる
一緒に住んでいるぐらいいるっていうことはよくあると思います。ただ、一緒に部屋を借りるとなると、結婚していますかって聞かれる可能性が十分あります。で、結婚してないって言ったら、結婚前提ですか？結婚するということで住むんですかって聞かれる可能性があります。で、それは片方が出て行っちゃった時に、残った方が家賃を払えなくなるんじゃないかって大家さんが心配しているわけです。で、あと親にも結婚を考えているからって言わないと、なんで結婚しないのに一緒に住むのってなる親が多いかなって思います。私も実は結婚前に今の夫と2年ぐらい一緒に住んでいました。で、今から25年ぐらい前なんでだいぶ昔なんですけど、一緒に住むことにしたって母親に電話で報告したら、順番が違うって言って、ちょっと泣く感じがありました。なんで、結婚するから心配しないでって、言い訳をしました。で、今は昔よりは緩くなってると思いますけど、今でも5割の人が結婚する理由に好きな人と一緒に生活がしたいからを挙げているっていうのは、やっぱり5割ぐらいは、結婚しないと一緒に住めないって思ってるからだと思います。で、実際私が思うのは、一緒に住んでみないと、その人の生活態度というか、ご飯を作るのかとか、家事をするのかとか、ちゃんと部屋を片付けるのかとかがわからないじゃないですか。特に女性の立場だと、やっぱり日本って、女性がやるっていうのが多いんですね。だから何もやらない男性っていうのも存在するんです。結構高い割合で。だからそういう男性だったら困るなって思うから、やっぱり一緒に住んでみて、どういう人なのかを、見極める必要があるんじゃないかなって、私はね、ちょっと思ってしまいます。口では、俺家事するんだよって言うことぐらいはいくらでもできるから、じゃあ実際、それぞれが仕事をしている普通の日々の中で、どれくらい本当にする人なのかなっていうのはね、一緒に住んでみないとわからない気がちょっとね、しますね。はい、次の結婚したい理由に行きましょう。20代、30代だと、子供が欲しいからという理由が上位にありました。日本では子供は結婚してから産むという考え方が主流です。一緒に住むのはありだとしても、子供は結婚してからというのが一般的な考え方です。だから、子供を産みたいからとか、子供が欲しいからという理由で結婚する人もいるわけです。逆に、妊娠したから結婚するということも多いです。妊娠したら、結婚しないで一人で産むよりは、結婚することを選ぶ人が多いということです。で、そういう妊娠をきっかけに結婚することを赤ちゃんができちゃったということで、できちゃった婚やでき婚と言ったりします。婚は結婚の婚です。で、それをもっといい言い方をすると、授かり婚となります。授かるっていうのは、神様とか何か自分より上の手の届かないような存在から何かをもらうことです。それが授かるです。で、妊娠っていうのは人間の力だけではどうにもならないことがよくあります。なので、赤ちゃんは、天からの授かり物という考え方があって、妊娠するを赤ちゃんを授かる
とも言います。なので、授かり婚です。あと、両親を安心させたいからという理由も男女ともに 10% ぐらいありました。親の世代では結婚することが当たり前なので、子供にもそれを求めるんだと思います。だから、早く結婚して親を安心させたいなって思う人がいるということです。あと、特に男性は会社などで、家庭を持って一人前と言われることがあります。一人前というのは、レストランとかで使うと、一人分の量ということですが、この場合は、きちんとした大人という意味です。で、このデータでも家庭を持って、一人前という考え方に対してそう思うかどうかという質問がありました。で、男性は女性の3、4倍そう思うと答えています。だから、より男性の方が、社会的に一人前と見られるために、結婚してないといけないという考え方があるということですね。あと、女性の方の結婚したい理由で、男性よりパーセンテージが高かったものとして、経済的に安定したいからというものがありました。経済的に安定するというのは、お金の心配がないということです。日本では、男女間の賃金格差、つまり、給料に差があります。同じ仕事をしていても、男性の方が給料が高いことが、よくあります。あと、女性は非正規雇用、つまり、正社員じゃない仕事をしていることが多いです。パートとかアルバイトとか、あと、派遣っていう働き方などがあります。派遣っていうのは、派遣会社で登録していて、仕事があった時だけ、何ヶ月とかある会社に行きます。だから、その先で仕事はいらないってなれば、簡単に仕事を失う可能性があるのが、派遣ですね。あと、パートとかアルバイトは、時給で働く仕事です。で、パートとアルバイトの違いは、なんとなくパートは、結婚している女性がアルバイトで働くのがパート。アルバイトっていうのは、結婚していない人が時給で働く感じです。とにかく、そういうパートとかアルバイトとかは、基本的にはあまり稼げないし、派遣はとても不安定ですね。なので、女性はそういう非正規の仕事をしていることが多いので、男性との結婚っていうのは、一般的に自分より稼いでるっていうことになるので、結婚が経済的な安定につながるということです。実際、普通大体のカップルは、女性より男性の方が収入が多いことが、多いです。で、女性は自分より収入が多い男性と結婚したい。自分より稼いでる男性と結婚したいって思うし、逆に男性側は女性が自分より稼いでいると、ちょっと立場がないって考える人が多いです。で、あと、ちょっとこのアンケート項目に関係するものとして、他の項目で、老後が心配だからというのも、女性の方が、回答する率が2倍以上高かったです。老後というのは年を取って働けなくなった後ぐらいのことです。だからこれも、経済的に心配、お金の心配っていうのと同じことなんじゃないかなって思います。結婚に求めるものが
少し見えてきましたかね。では、ここからは結婚したいと思わない理由を見ていきましょう。ここからも日本の結婚について、多くのことが見えてくると思います。で、まず男女ともに多い回答が、結婚に縛られたくない、自由でいたいからとかと、結婚するほど好きな人に出会ってないからが、割と多かったです。結婚すると縛られる。これはどこの人も感じることでしょうか。結婚したら、一人でいる時とはやっぱり違う感じはありますよね。好き勝手お金使うわけにもいかなくなるし、なんか高い買い物をするなら相手に相談しないととか、なんかいろいろね、多少制約は出てくるんじゃないかなって思います。で、あと、好きな人に出会ってないからですね。これは、こういう出会いがないっていうのは、結婚しないとかできない理由の上位にいつも上がってきています。それで、最近はマッチングアプリとか、結婚相談所に行く人も多いかなと思います。結婚相談所っていうのは、相談するんですけれども、それよりは結婚させてくれる場所ですね。紹介してくれます。相手を。で、そういう結婚するために何か行動することを、婚活と言います。結婚の婚に活動の活です。で、婚活パーティーというと結婚したい男女が参加するパーティーのことです。で、婚活パーティーだと大体全員っていうか相手ですね。男性だったら女性、女性だったら男性と全員と1対1で話す機会みたいのをパーティーを主催している人が、作ってくれます。で、例えば女性たちが席に座っていて、向かいに男性が座ります。で、5分とか話をして、主催の人が、じゃあ、はい、移動してくださいって合図があったら、その男性が、その隣に移動して、で、別の反対側の隣から別の男性が女性の前に座ります。で、そんな感じで、全員と話せるようにしてくれます。で、そういうところで、この人いいなって思ったのが、お互いマッチすれば、多分そこから交際に発展していくということだと思います。交際っていうのは付き合うってことですね。で、昔は、お見合いというものがありました。昔ながらのお見合いっていうのは、親戚の人とか、近所の人が、ちょうど結婚する年齢のね、人に、この人どうっていう話を持ってくるんです。で、それで会ってみて、いいなってお互いが思ったら結婚するものです。で、今は、婚活パーティーのことを、お見合いパーティーとも言ったりします。なので、今お見合いっていうと、昔ながらのお見合いという意味と、あと、誰かに紹介されて会うことみたいな意味にもなってるかなって思います。で、あと男性の回答が女性を上回ったもの、が一つだけあって、それが、結婚生活を送る経済力がない、仕事が不安定だからというのがありました。で、経済力というのはお金があるかないかということです。で、ここからわかるのは、日本では男性が経済的に、一家を支えるという考え方が一般的ということです。だから、正社員じゃなかったり、あまり稼いでない仕事をしている男性は、自分は結婚できないなって思うことが多いと思います。で、今は、共働きって言って、
結婚している男女の両方が働いていることが多いですが、やっぱり男性の方が稼いでいるという実情があります。社会的にそうなっている感じですね。さっきも言いましたけど。逆に、結婚をしたくない理由としての女性の回答が、男性を、すごく上回っているものが一つありました。で、それは、名字、姓が変わるのが嫌、面倒だからというものです。日本の法律では、結婚したら、男性か女性のどちらかが名字を変えないといけません。で、ただ名字を変えるのはほとんど女性です。2023年でも95% が、名字を変えるのは女性の方だそうです。で、ただね、名字を変えるってすっごく面倒なんですよ。自動車の免許証とか、銀行の口座とか、あとクレジットカードの名義、名前とか、そういうのを一つ一つ変更していきます。結婚の届け、婚姻届っていうのを市役所に出すんですけど、例えばね、それを出したら、自動的に自分の登録しているものが全部変わるとかだったら楽なんですけど、そうじゃないんですよね。自分で一つ一つ、あとどこ変えなきゃいけないんだっけって自分で考えて、いろんな届け出をしていかないといけないんですよね。だからね、大変なんです。で、私も夫の方の名字に名前を変えたんですけど、すごくね、なんか大変でした。ただその時働いていた会社では、その昔の名字をそのまま使ってもよかったんで、そこはね、楽だったんですけど、そうじゃなかったとしたら、取引先とか、一応関係している人全員に、会社の人にも、名前変わりました。つまり結婚したんで名前変わりましたって言わないといけないっていうのがなんか嫌だなって思いました。あとね、逆もあるんです。離婚して名前を元の名前に戻すってこともあるんですね。で、それで一つ思い出すのが、私の息子の小学校1年生の時の担任の先生が女性だったんですけど、何か別の時に学校からのお知らせを見たら、名字が変わってたんです。で、年齢は私ぐらいの人だったんですけど、あれ、再婚したのかなとか思ったんですけど、子供に聞いたのかな、離婚したっていうことでした。で、なんかそういう結婚したとか離婚したが、名前を変えることで、なんか、すごい明らかになって、面倒なんです。面倒っていうか、ちょっと嫌だなっていうふうに思いました。で、そういうのが嫌で、離婚しても、名字を戻さない人もいます。あと特に子供が、お母さんともし一緒に住んでて、お母さんが名字を変えたら、その子供の名字も変わるんです。だから、それも、ずっと同じ学校に通ってて、突然子供の名字が変わったら、周りの人から、離婚したんだなとか、それとも結婚したのかなとか、そうやってみんなが考えるわけですよね。だから、そういうのが嫌で、変えない人っていうのもいます。一応、今、結婚しても、名字を変えなくていいように、法律を変えようっていう動きもあります。ただ、それが、可能になりそうな感じは今のところ感じないですね。はい。では、ここからは、結婚するとなったら、たどるプロセスを説明します。大きな流れですね。まずは、それぞれが、親に紹介すると思います。実家に相手を連れて行くか、もしかしたら、ちょっといいお店、レストランとかを予約してあったりします。で、それから
結納というものがあります。これは、結婚の結の字に、これ、収めるっていう字なんですけど、糸辺に打ちって書きます。漢字自体は見たことある漢字だと思うんですけど、読み方が難しいので、後で画面で確認してください。結納です。で、これは、両家の家が集まってする婚約の儀式です。で、基本的には女性が名字を変えて男性の家に入るということになるので、男性の家が、女性の家に結納金を渡します。で、これが、ゼクシーのサイトを見たんですが、平均としては100万円から150万円だそうです。で、女性の家からはその半額程度、だから100万だったら50万とか、150万だったら75万を、現金または品物で、結納返しとして渡します。で、これは、時計などが多いようです。で、ただこれ、やらない人が本当に多いです。で、ネットで見た、またゼクシーのデータでは、9割はやらないと書いてありました。で、私もね、やってないです。で、結納はすごく家と家の儀式というイメージがあります。で、お金もかかるし、いわゆるいい家柄の人がやるというイメージがあります。なんというか、ちゃんとした家の人ですね。結婚する相手の家とこっちの家が釣り合うかっていうのを考えるような家の人ですね。で、私がすごく覚えてるのが、大学を卒業して数年経った時に、大学の時の先輩たちとかが何人もで、うちに遊びに来てくれて、私その当時静岡県に住んでました。で、温泉が有名なところだったんです。なんで夜みんなで、温泉というか、銭湯、ちょっと古い感じのね、お風呂屋さんに行ったんです。で、その時に、結婚してた先輩が夫婦で来てくれてたんですけど、旦那さんがつけてた、オメガのすごくいい時計が、ロッカーから盗まれちゃったんです。で、銭湯ってロッカーに服を入れるんですけど、そのロッカーがもしかすると鍵がなかったのかもしれません。で、ちょっとよく覚えてないんですけど。で、それが、結納の時にもらった時計だって言ってたんで、もうね、本当に申し訳ない気持ちでした。もうどうしていいかわからなかったです。だから皆さんよく日本だと落とした財布が戻ってくるとかいう話も本当によくあるんですけど、落とした財布の中の現金が抜かれてたとか、あとこういう盗まれるっていうこともよくあるので、気をつけてください。で、話を戻して、結納は、両家の顔合わせの場。顔合わせっていうのは、実際に、顔を合わせる。つまり、実際に会うってことですね。そういう場所なんですけど、それをやらないとしても、レストランとかで、両家の親が会う機会を作ります。で、顔合わせをします。でも、こういうのもやらない人が 15% ぐらいいるって、私が見たサイトには書いてありました。で、次は、結婚式ですね。で、結婚式っていうのは、普通はその式そのものとその後の披露宴を意味することが多いです。で、披露宴はパーティーみたいなもので、だいたいコース料理とか、ホテルとかでやるので、コース料理とかが多いですね。で、そういうのを食べながら、お祝いをします。で、お祝いのスピーチがあったり、友人が歌やダンスをしたりして、みんなで、お祝いします。
で、結婚式そのものが30分から1時間ぐらい。で、披露宴が2時間半から3時間ぐらいが一般的なようです。で、大体ホテルとか、結婚式場でやることが多いです。で、そういう時は大体ウェディングドレスを着ることが多いですね。ただ皆さんもしかしたら、白い着物を着て結婚している、その日本風な服で結婚しているのも見たことがあるかもしれません。その場合は、神前式で、神社とかでやります。私も昔、友達が一人だけその神前式で結婚した時は、その神社で式をした後、なんかね、すぐそばにホテルみたいな何かあって、披露宴は、ホテルみたいなところでやりました。すぐ近くなんですけど。ただですね、今その結婚式をする人は、50% ぐらいだそうです。で、20代だと、30% ぐらいしかしないそうです。で、結婚式ってお金がかかるんですよね。で、またさっきのゼクシーのデータを見たら、2024年で、全国的な平均が344万円。で、招待客の平均は52人だそうです。で、これは、今結婚式って言ったのは、その式そのものと、披露宴を含んでいます。なので、多分その衣装の、ドレスを借りるお金とか、そういうのも全部入ってるってことですね。で、その招待された人はご祝儀をくれます。ご祝儀っていうのは、お金です。で、ご祝儀袋っていうのがあって、綺麗なね、飾りがついてて、その辺でね、買えるんですけど、そういう封筒に、お金を入れて、持ってきます。で、友達とか同僚だったら3万円ですね。これは、割れない数字なんです。割れるっていうのは、つまり割り算って皆さん聞いたことありますか？割り算って例えば、4割る2は2になりますね。で、4万円だと、2で綺麗に割れちゃうイコール分かれるみたいな感じがあるので、奇数を入れます。そうすると3万円だと割ると 1.5 万円。だから割れないってことですね。割れますけど、綺麗に割れない。だから、そういう奇数を入れますね。3とか、上司とかだとちょっと5とかになるんかもしれません。で、親戚は7とか、少し大きい数字になってきます。なので、そういうご祝儀からの収入もあるので、その、平均でかかったその344万円、丸々自分たちで用意しなきゃいけないというわけではないんですけど、でも足りないので、自分たちで払うお金っていうのは多分100万以上になってきますね。だから、高いですね。で、親が援助してくれることもあります。お金をいくらかくれるってことですね。で、ただそれはもう親だったら絶対しなきゃいけないっていうわけじゃないです。多分親の経済状況とかによるんじゃないかなって思うんですけど、少し出してくれる親もいるし、出さない親もいるということですね。だからそれもあって、20代だと、特にあんまりお金もなくて 30% ぐらいしかしないのかもしれないですね。あと、もしかしたらその結婚式の意味とか意義を、感じてないからしないのかもしれないですね。昔はやっぱりウェディングドレスを着たいみたいな人が多かったと思うんです。今多分そういうのってないのかなっていう気がします。今はそういうのはもしかしたら写真だけやればいいやとか、そういう人もいるかもしれないですね。あと、フォトウェディングっていうのもあるようです。で、これはちょうどこの前、シュンさんにインタビューで聞いたんですけど、
フォトウェディングは、本当にウェディングドレスとかちゃんとした格好をして、自分たちとかもしくは家族も一緒に写真を撮ります。だからもうそれで十分結婚式気分を味わえるということもあるみたいです。じゃあ次結婚指輪ですけど、結婚指輪は、95% ぐらいのカップルは買うようです。まあ買うのが一般的って言っていいと思います。で、あと、ハネムーンですね。昔は、結婚式の後、ハネムーンに行ったみたいですけど、今は、結婚式の後すぐとか行くわけではないみたいです。仕事などの様子を見て、行ける時に行く感じが多いみたいですね。で、あと、まず結婚して最初に住むのは、賃貸。賃貸は借りる家とか部屋ですね。賃貸が6割。で、家とかマンションを買う人が4割だそうです。ただこれは2010年のデータなんですね。ちょっと古いです。だから今はまあちょっとわからないですけど、賃貸にしても買うにしても、その男性と女性のどっちがどれくらいお金を出すかは、そのカップルによって違います。その夫婦の経済状況ですね。で、二人で決めると思います。もし男性側が出せるお金がもしゼロだったとしたら、やっぱり結婚しないことが多いような気がするんですけど、逆に男性が 100% 全部出さないといけないとか、そういうルールはないです。基本的には二人の関係で決まります。で、まあ、名字を変えるとかもそうなんですけど、結婚すると、その相手の家族との関係ができます。で、年末とかお盆に相手の実家に行くことが多いので、その義理の両親とか兄弟姉妹とかとうまく仲良くやっていく必要が出てきます。やっぱりこういうところすごく気を使いますね。で、昔は結婚すると、特に女性が本当に相手の家に入るっていう感じで、相手の両親と一緒に暮らしたりもしました。で、ただ今同居する割合は減ってると思います。同居って大変っていう意識をもう今は結構多くの人が持ってると思うんですよね。なので、近くに住んでることは多くあると思うんですけど、一緒に住むのは結構減ってきてるかなと思います。はい。じゃあ結婚についていろいろ話してきましたが、どうでしたか？皆さんの国とか地域の結婚との違いがあれば教えてください。また知りたいことがあればコメントでリクエストしてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、いつもサポートありがとうございます。これからもよろしくお願いします。皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。メンバーシップぜひご検討ください。また次のエピソードでお会いしましょう。